天才先輩のコードがすべてコピペだった件、私のコードは芸術よ。80% がコピペですけど。今日は職場で起きた、ちょっとスカッとする話を投稿させてください。私は25歳の女性ウェブエンジニアです。中堅のウェブ制作会社で働いて3年目になります。担当はリアクトと Node.js を使った開発です。ただ、職場に1人、すごく厄介な先輩がいまして、その先輩は36歳のおつぼね SE、入社10年目で、社内では天才エンジニアと呼ばれている。私のコードは芸術なのよ。あなたには理解できないでしょうけど、常にこんな感じでマウントを取ってくる。社内では彼女を天才エンジニアと崇めてる人が多い。でも本当にそうなのか疑問に思ってた。この業界10年のキャリアをなめないでね。あなたみたいな3年目のペーペーとは格が違うのよ。はい、申し訳ございません。うわ、めんどくさそうな先輩だな。典型的なおつぼね様じゃん。 IT 業界にもこういう人いるんだな。特にコードレビューがひどいんです。ある日のコードレビュー、このコードセンスがないわね。美しくないのよ、全然。でも機能は正しく動いていますし。動けばいいってもんじゃないのよ。このアーキテクチャ設計がダメ。変数の命名規則も統一性がない。コンポーネントの流度も適切じゃない。でも具体的にどう直せばいいのか教えてくれない。あなたにはまだ10年早いわ。私のレベルに達するには修行が足りないわね。はい、すみません。これはひどい。完全にパワハラじゃん。そしてある新規プロジェクトが始まった。今回のウェブアプリ開発は重要なプロジェクトだ。おつぼねさんには設計とコア機能をお願いします。いつものようにあなたの技術力に期待しています。もちろんよ、任せておいて。私の腕の見せ所ね。丸3はサブ機能の開発を頼むよう。はい、承知しました。プロジェクトが進み、おつぼねのコードを見る機会があった。このコードどこかで見たような。あれ、この関数の書き方見覚えがある。試しに GitHub で検索してみよう。完全に一致してる。この OSS のコードと全く同じじゃん。変数名もコメントも全部そのまま。これってまさかコピペ？天才エンジニア笑い。まさか全部コピペなの？他のファイルも確認してみよう。これもこれも全部だ。認証機能も決済機能も全てが GitHub にあるコードのコピーだ。コメントの英語まで一字一句同じ。まさか10年間ずっとおつぼね先輩のコード全部 OSS からのコピペだ。これは証拠を集めないと。私は意を決しておつぼね先輩に質問してみることにした。先輩、ちょっとお聞きしたいことが。何？忙しいんだけど。このコードなんですけど GitHub にある丸という OSS と全く同じなんですが、変数名もコメントも全部同じで、もしかして参考にされたんですか？何を言ってるの？私を疑うわけ？いえ、そういうわけでは。侮辱するな。私のコードは私が考えたものよ。あなたのような若造に何がわかるの？すみません。逆ギレかよ。完全に図星じゃん。怪しすぎる。これは黒だわ。おつぼねは部長に告げ口していた。部長、丸さんが私の実力を疑ってるんです。私のコードがコピペだって言うんですよ。チームの輪を乱すような行為です。そうか、丸さん、ちょっと来てくれ。おつぼねさんを疑ったって本当か？でも実際にコードが一致していて。彼女は当社の宝だぞ。10年の実績がある人だ。お前が悪い。でも証拠があるんです。もういい。これ以上騒ぐな。プロジェクトが進むにつれ、問題が次々と発生した。また先輩のコードでエラーが。このバグ修正しないと動かないな。仕方ない。私が直すか。ちょっと勝手に私のコード変えないでよ。でもバグがあったので。私のコードにバグなんてあるわけないでしょ。勝手に変えて
動かなくなったらどうするの？はい、すみません。理不尽すぎる。本番環境にリリース後、重大なバグが発覚した。大変だ。顧客データが正しく表示されない。セキュリティホールの可能性もある。これはおつぼね先輩のコードの部分だ。待って、これはイッチが勝手に修正した部分のせいよ。私のコードは完璧だったのに、彼女が余計な変更を加えたからバグが出たのよ。違います。私が修正したのは別の部分で、 UI コンポーネントだけで、ロジック部分は触ってません。あなたの修正が影響したに決まってるわ。プログラミングが分かってないから、そういう失敗をするのよ。丸3、説明してもらおうか。でも私は。結果、私だけが処分を受けることになった。始末書の提出と給与 10% 減給とする。はい。一方、おつぼねは何の処分も受けなかった。今回のこと、反省してね。もう限界かもしれない。退職しようかな。一致何も悪くないのに。負けないで。そんな時、別の会社で働く先輩エンジニアの友人に相談した。それ完全にアウトじゃん。著作権侵害だし、ライセンス違反だよ。でも部長は取り合ってくれないし。なら証拠を集めて戦おう。技術的な証拠なら改ざん不可能だから、 GitHub のコミット履歴とタイムスタンプは消せない。コード類似度検知ツールも使うといい。でも相手は10年のベテランだし。肩書きより証拠が強いんだよ。そうですね。やってみます。一致頑張れ。証拠集めが大事だぞ。応援してる。私は徹底的な証拠収集を開始した。まずはコピペ検知ツールで解析しよう。80% 以上が既存コードと一致元のリポジトリも全部特定できた。リアクト、ビュー、ノードのライブラリ15個以上の OSS から詳細なレポートも保存した。次は GitHub のコミット履歴を確認。やっぱり OSS の公開日より後だ。おつぼね先輩のコミットすべて OSS 公開の数日後、タイムスタンプも全部記録した。さらにライセンスも確認しないと。これ TPL ライセンスを商用利用してる。著作権表示も全部削除してある。これは会社が訴訟リスクを負うレベルだ。これはヤバすぎる。会社ごと訴えられるレベル。証拠がどんどん固まってく。次は技術質問の録音を取ろう。私は IC レコーダーを仕込んでおつぼねに質問した。先輩、リアクトのライフサイクルについて教えてください。ああ、今忙しいから後で。では、非同期処理のベストプラクティスは。それはその場合によるわね。クロージャーの仕組みを説明していただけますか。うるさいわね。自分で調べなさい。では、ウェブソケットの実装について教えてください。それはケースバイケースだから。タイプスクリプトのジェネリクスの使い方は。もういい。仕事の邪魔しないで。完璧に録音できた。さらにスタックオーバーフローも調べよう。完全一致してる。タイプまで同じ。変数名も同じ。コメントアウトの位置まで完全に一致。次は過去のプロジェクトも調べないと。これも全部コピペだ。10年間ずっと偽装し続けてたんだ。10年間全部。よく今までバレなかったな。さらに外部のエンジニアにも連絡してみよう。過去に一緒に仕事をしたという人から返信が来た。あの人ね、覚えてるよ。彼女コード全く書けなかったよ。いつも他人のコードをコピーするか人任せだった。証言ありがとうございます。そして最後の決め手、 OSS のメンテナに直接連絡してみよう。 GitHub のイシューとメールアドレスが公開されてる。英語で丁寧に事情を説明して、コードの一致箇所のスクリーンショットも添付送信。あとは返事を待つしかない。 OSS メンテナから返信が来た。部
段で商用利用されているとは著作権表示も削除されているなら完全な違反です。法的措置を検討します。証人として協力しますよ。これで証拠は完璧だ。私は弁護士に相談することにした。これは明確な著作権侵害とライセンス違反です。特に GPL ライセンス違反は会社が訴訟リスクを負います。この証拠なら完全に勝てますよ。ありがとうございます。私は全ての証拠を PDF にまとめた。コピペ検知ツール結果、GitHub コミット履歴の比較、ライセンス違反のリスト、技術質問に答えられない録音、スタックオーバーフローとの関連一致、過去プロジェクトの検証結果、外部エンジニアの証言、そして OSS メンテナの証言、全部で8種類の証拠。完璧だ。これを社長と法務部長に直接送ろう。送信完了。あとは待つだけ。緊急役員会議が開催された。出席者は社長、法務部長、役員、部長、おつぼね、そして私。では、丸3説明してもらおうか。はい。つぼね先輩のコードについて重大な問題があります。まず、コピペ検知ツールの結果でつぼね先輩のコード 80% 以上が OSS と一致しています。10%。そんなバカな。それは参考にしただけよ。業界では普通のことだわ。80%は参考ではなくコピーです。次に GitHub のコミット履歴です。おつぼね先輩のコミットはすべて OSS の公開より後です。それは偶然よ。10個以上のコミットすべてが偶然ですか。さらにライセンス違反です。CPL ライセンスのコードを商用利用しています。著作権表示もすべて削除されています。これは完全な違反行為です。会社が訴訟リスクを負う可能性があります。なんだと。最悪の場合、数千万円の賠償請求もあり得ます。そんな録音が再生される。録音。ああ、今忙しいから後で。これはさらにスタックオーバーフローとの完全一致です。愛と変数名、コメントまで完全に同じです。過去のプロジェクトも検証しました。10年間の実績、すべて確定でした。 10年間すべて。外部エンジニアからの証言をもらいました。彼女はコードを書けませんでした。いつも他人任せかコピーしていました。そして決定的な証拠です。 OSS のメンテナから証言をもらいました。無断商用利用は完全な違反です。法的措置を検討しています。これは完全にノイトです。これは捏造よ。 GitHub のタイムスタンプは改ざん不可能です。 OSS メンテナの証言は事実です。おつぼねさん、説明してもらおうか。本当に自分で書いたコードなのか。それは完璧な技術質問に答えてください。クラプトのライフサイクルメソッドを説明してください。それは答えられないのか。自分で書いたなら答えられるはずだ。全てコピペでした。10年間我々を騙し続けていたのか。会社の信用を著しく傷つける行為だ。お客様にも大変な迷惑をかけた。即刻懲戒解雇とする。損害賠償請求も行います。業界ブラックリストにも登録させていただきます。そんな丸3申し訳ない。君の減給処分は取り消す。それどころか昇給と技術リーダーへの昇進を命じる。特別報奨金として150万円を支給する。ありがとうございます。おつぼねは懲戒解雇された。損害賠償請求、業界ブラックリスト登録、 SNS でもさらされ、再就職は絶望的だという。完全な因果応報だな。自業自得。ざま一方、私は技術リーダーとして充実した日々を送っている。社内で技術力をしっかり評価してもらえるようになった。
新人エンジニアの教育も任されるようになった。おつぼねのポジションも引き継いだけど、私は後輩を大切にしてる。コードは嘘をつかない。これが真実だと証明できて本当によかった。長文失礼しました。最後まで読んでくれてありがとう。シオツいい話だった。またすれ立ててくれよ。本当にスカッとした。証拠集めが完璧だった。一致お疲れ様。こういう話大好き。 IT 業界の闇が暴かれてよかった。コードは嘘をつかないってかっこいい。